月経の地とは何ですか。アッターに賛美を、アッターの使徒と彼の一族、仲間たちに平安と祝福がありますように。月経ハイズとは、言語マトには、流れることを意味します。谷が流れるときに、ハーダ・アルワディ谷が流れたと言われるように、月経の地もその流れからこのように名付けられました。学者は月経の地を、女性が思春期に達した時に子宮から排出され、その後習慣的に起こる地と定義しています。通常、女性は9歳から13歳の間で思春期に達します。生理が始まったら、その女性は成人女性と同様に、シャリーやイスラム法に基づくヒジャーブを着用し、祈り、生理終了後断食、生理終了後を行わなければなりません。もはや子供ではありません。女性が思春期に達すると、通常毎月この地が排出され、その女性の習慣に応じて、6日または7日、あるいはそれ以下またはそれ以上といった決まった期間があります。月経の血の色は黒または濃い茶色で、不快な匂いがし、その質感は薄くありません。そして、通常、下腹部や背中に痛みを感じ、特に生理の始まりには倦怠感や不快感といった気分の変動を伴います。これが月経の血であり、それ以外の女性から排出される血は、イスティハーダ、異常出血と呼ばれ、その色、質感、匂いにおいて傷口の血に似ています。学者はイスティハーダを次のように定義しています。イスティハーダとは、通常の時期ではない時の血の流れである。女性が祈り、断食、性交を中止しなければならないのは、月経の血または産後の出血、ニファースのみです。それ以外の血は、それらを中止させるものではなく、むしろ彼女は祈りや断食を行わなければならず、夫が性交することも許されます。したがって、イスティハーダの女性は、正常な女性と同じように、義務と許されることに関して扱われます。女性が月経の地から正常になったことを知るには、二つの正常の兆候のいずれかによって判断します。それは、ジュファーフ、乾燥または、アルカッサトゥルバイダー、白い排出物を見ることでです。ジュファーフとは、膣の入り口から血がなくなることで、白い布を膣に挿入しても、赤みも、濁りも、黄色も現れない状態です。つまり、赤色、黄色、または茶色の色が全く現れない状態です。アルカッサトゥルバイダーとは、月経の血が止まった時に子宮から排出される、透明に近い薄い白い液体です。女性の月経に伴う規定は何ですか？第一、礼拝、サラート。月経中の女性は礼拝をしても良いのでしょうか？月経中の女性は、義務の礼拝も任意の礼拝も行うことは禁じられており、それらは有効ではありません。また、礼拝は彼女に義務付けられていません。ただし、礼拝の時間のうち、完全な1ラカート分の時間を捉えた場合は、その礼拝は彼女に義務付けられます。それが時間の最初であろうと最後であろうと関係ありません。時間の最初の場合小括弧割りコロンある女性が日没後、1ラカート分の時間だけ経過した後に月経が始まった場合、彼女は正常になったらマグリブ、日没の礼拝を補わなければなりません。なぜなら、彼女は月経が始まる前にその礼拝の時間のうち、1ラカート分の時間を捉えていたからです。時間の最後の場合小括弧割りコロンある女性が日の出前、1ラカート分の時間だけ残っている時に月経から正常になった場合、彼女は正常になったらファジュル、夜明けの礼拝を補わなければなりません。なぜなら、彼女はその礼拝の時間のうち、1ラカート分の時間を捉えていたからです。しかし、月経中の女性が礼拝の時間のうち、完全な1ラカート分に満たない時間を捉えた場合、例えば最初の例で日没後すぐに月経が始まった場合や、2番目の例で日の出前すぐに正常になった場合、その礼拝は彼女に義務付けられません。これは預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれの言葉に基づいています。礼拝の1ラカートを捉えた者は、その礼拝を捉えたことになる。合意されたハディース、この言葉の含意は、1ラカート未満を捉えた者は、その礼拝を捉えたことにならない、ということです。第3に、ジクル・アッターへの言及とクルアーンの朗読。月経中の女性は、クルアーンを朗読しても良いのですか？また、マスハフ、クルアーンの現物に触れても良いのですか？ジクル・アッターへの言及タクビール。アッターは最も偉大なりということタスビーフ。アッターに栄光あれということタフミード。アッターにすべての賛美あれということ。食事などの前に、ビスミッラーということ。ハディースやフィクフの本を読むこと。ドゥアー、祈願をすること。それらに、アーミーンということ。クルアーンを聞くことに関しては、これらはいずれも彼女にとって禁じられていません。サヒーフ、アルブハーリーやサヒーフ、ムスリムなどの神聖な伝承によると、預言者、彼に平安あれは、アーイシャが月経中であった時に彼女の膝にも垂れかかってクルアーンを朗読していました。また、サヒーフ、アルブハーリーとサヒーフ、ムスリムには、アティヤ、アッターが彼女を喜ばれますようにが、預言者、彼に平安あれがこういうのを聞いたと報告されています。未婚の女性や隠居している女性、そして月経中の女性も、
イードの礼拝のために出かけ、善と信者の祈願に立ち会うがよい。ただし、月経中の女性は礼拝の場から離れるように、月経中の女性が聖クルアーンを自分で朗読することに関しては、もしそれが視覚的な朗読、目で見るだけや心の中での考察、心で熟考するで、言葉を発しないのであれば、それに問題はありません。例えば、マスハフや板を置いて、彼女が節を見て心で読むことはできます。マスハフに素手で触れてはいけませんが、布切れなどを手とマスハフの間に挟むなどの障壁があれば触れることができます。しかし、舌を使って言葉を発して朗読する場合は、学者たちの間で意見が分かれています。大多数の学者たちは、これは禁止されており許されないとしています。イマーム・ブハーリー、イブン・ジャリール・アッタバリー、イブン・アルムンジルは、それが許されると述べています。この見解は、ファトフ・アルバーリーに記載されているように、イマーム・マーリクにも記せられ、イマーム・シャーフィーの古い見解でもありました。イマーム・ブハーリーはまた、イブラーヒーム・アンナハイーからの付録として、彼女が説を朗読しても問題ないと述べています。シャイフ・アルイスラーム・イブン・タイミーヤは、ファターワーの中で次のように述べています。クルアーンから彼女を禁じる神聖なスンナは全くありません。実際、月経中の女性と汚れている者はクルアーンの何も朗読してはならないという言葉は、ハディースの知識者たちの合意によって弱いハディースです。預言者、彼に平安あれの時代には女性たちは月経になっていました。もし朗読が礼拝のように彼女たちに禁じられていたならば、これは預言者、彼に平安あれが彼の運魔に明確にしたことであったでしょうし、信者の母たちもそれを知っていて、人々に伝えたことでしょう。しかし、誰も預言者、彼に平安あれからこれに関する禁止を伝えていないので、彼はそれを禁じていないと知りながら、それを禁じることは許されません。彼の時代に月経が頻繁であったにもかかわらず彼がそれを禁じなかったことから、それが禁じられていないことがわかります。学者たちの意見の対立を知った上で、最も適切に言うべきことは、次の通りです。月経中の女性が聖クルアーンを舌で発声して朗読することは、必要性が生じた場合を除いて、控えるのが望ましいです。例えば、彼女が教師で生徒に教える必要がある場合、または試験中に生徒が試験のために朗読する必要がある場合などです。第四に、断食債務。月経中の女性は断食しても良いのですか？月経中の女性は、義務の断食も任意の断食も行うことは禁じられており、それらは有効ではありません。しかし、義務の断食に関しては、彼女はそれを後で補わなければなりません。これはアイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにのハディースに基づいています。私たちには月経が起こり、断食を補うように命じられましたが、礼拝を補うように命じられることはありませんでした。合意されたハディース。もし断食中に月経が始まった場合、たとえ日没直前であったとしても、彼女の断食は無効となります。それが義務の断食であったならば、その日を後で補わなければなりません。しかし、もし日没前に月経が始まる兆候を感じたものの、実際の出血が膣から日没後に始まったのであれば、正しい見解によれば彼女の断食は完全であり、無効にはなりません。なぜなら、体内にある血には法的効力がないからです。また、預言者、彼に平安あれが、男性が見る夢を女性が見た場合に、ぐする、大乗が必要かどうか尋ねられた際に、はい、もし彼女が水、分泌物を見たならば、と答えたからです。これは、汚精液を見たことに関連づけており、その意向に関連づけていません。同様に、月経のも、出血が外部に出たことによってのみ確定し、移行したことによってではありません。もし夜明けに月経中であった場合、たとえ夜明け直後に正常になったとしても、その日の断食は有効ではありません。もし夜明け直前に正常になり、断食を始めたならば、たとえ夜明け後にしかぐするをしなかったとしても、彼女の断食は有効です。これは、ジャナーバー大不浄の状態の者が、夜明け前に断食の意図をして、夜明け後にぐするをしたとしても断食が有効であるのと同じです。アイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにのハディースにこうあります。預言者、彼に平安あれは、無性によるものではない性行為によるジャナーバの状態で朝を迎え、ラマダーンに断食をしていました。合意されたハディース。聖カーバでのタワーフ、巡礼。月経中の女性は、カーバの周りをタワーフ、巡礼しても良いのですか？月経中の女性は、カーバの周りをタワーフすること、義務も任意のタワーフもは禁じられており、それらは有効ではありません。これは、預言者ムハンマド、彼に平安あれがアイシャに月経が始まった際に言った言葉に基づいています。ハッジ巡礼者が行うことは、すべて行いなさい。ただし、正常になるまで聖堂をタワーフしてはならない。しかし、サファとマルワの間を差愛すること、アラハトでの停留、ムズダリファやミナーでの野営、投石など、その他のハッジとウムラの儀式は彼女にとって禁じられていません。したがって、
もし女性が正常な状態でタワーフを終えた直後、または差愛の途中で月経が始まったとしても、問題ありません。お別れのタワーフ、アルワダーが免除される規定について、もし女性がハッジとウムラの儀式を終えた後、自分の国へ出発する前に月経が始まり、出発まで月経が続いた場合、彼女はお別れのタワーフをせずに出発して構いません。これはイブン・アッバース、アッターが両者に喜ばれますようにのハディースに基づいています。人々は、聖堂との最後の別れをタワーフとすることが命じられた。しかし、月経中の女性に関しては軽減された。合意されたハディース。しかし、ハッジとウムラのタワーフは彼女から免除されず、正常になったらタワーフしなければなりません。聖モスクへの滞在、月経中の女性はモスク内、またはカーバの周りに座っても良いのですか？月経中の女性は、モスクに留まることは禁じられており、イードの礼拝所ですら、そこに留まることは禁じられています。これは、アティやアッターが彼女を喜ばれますようにのハディースに基づいています。彼女は預言者ムハンマド、彼に平安あれがこういうのを聞きました。未婚の女性や隠居している女性、そして月経中の女性も出かけなさい。そしてその中に、月経中の女性は礼拝の場から離れなさい、という言葉があります。合意されたハディース。したがって、月経中の女性が聖なるモスク内のカーバの周りに座ることは許されません。月経中の女性や大不浄の状態にある者は、モスク内に座ることが禁じられているからです。ただし、必要性があれば、通過するだけであれば問題ありません。彼女はモスク周辺の広場に座ることができます。性交渉の規定、月経期間中の女性との性交渉は許されますか？月経期間中、夫が妻と性交渉を行うことは禁じられており、妻も夫にそれに応じることは禁じられています。これは、アッター、全能にして至高なるお方のお言葉に基づいています。彼らはあなたに月経について尋ねるだろう。いえ、それは害であると。だから、月経中の女性から遠ざかり、彼女たちが正常になるまでは近づいてはならない。クルアーン2:222。ここでの、月経アルマヒードとは、月経期間、つまり生理の期間と、その場所、つまり外陰部を指します。また、預言者ムハンマド、彼に平安あれの言葉も根拠となります。婚姻、性交渉以外のことは何でも行いなさい。ムスリムが伝承。さらに、イスラム教徒は皆、月経中の女性との外陰部への性交渉が禁じられていることに同意しています。しかし、アッターに感謝すべきことに、性交渉以外の方法で欲望を満たすことは許されています。例えば、キス、抱擁、夫婦間の戯れ、そして外陰部に近づかない範囲での直接的な触れ合いなどです。ただし、へそから膝までの間は、障壁越しに行うのが望ましいとされています。これは、アイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの言葉に基づいています。彼女は言いました。預言者、彼に平安あれは私に、月経中であった私に腰巻きを締めるように命じ、その後私と直接触れ合いました。合意されたハディース、これは、欲望に流されて禁じられた行為に陥ることを避けるためです。大乗、グスルーの義務、月経期間終了後、女性は大乗をしなければなりませんか？また、女性は月経からの大乗をどのように行いますか？月経中の女性は、正常になったら体全体を清めるために大乗、グスルを行うことが義務付けられています。これは、預言者ムハンマド、彼に平安あれがファーティマ、ビント、アビ、フバイシュに言った言葉に基づいています。月経が来たら礼拝をやめなさい。そして、月経が去ったら大乗をして礼拝しなさい。ブハーリー伝承。大乗で最低限義務付けられていることは、髪の毛の下も含め、全身を水で覆うことです。最良の方法は、預言者、彼に平安あれに関するハディースで述べられている通りです。アスマ・ビント・シャカルが月経からの退場について彼に尋ねたとき、預言者、彼に平安あれは言いました。あなた方の一人は水とシドル、ナツメの葉を取り、清めてからきちんと清めなさい。それから頭に水を注ぎ、頭皮に届くまでしっかりと揉みなさい。その後、体に水を注ぎ、それからムスクをつけた布切れを取り、それで清めなさい。アスマは尋ねました。どのようにそれで清めるのですか？彼は言いました。アッターに栄光あれ。アイシャは彼女に言いました。血の跡をたどって清めるのだ。ムスリム伝承。頭髪を解くことは、無ではありません。ただし、水が根元に届かないほど強く結ばれている場合は除きます。これは、サヒーフ・ムスリムのサラマ、アッターが彼女を喜ばれますようにのハディースに基づいています。彼女は預言者、彼に平安あれに尋ねて言いました。私は髪を強く結んでいる女ですが、ジャナーバ、大不浄からの大乗のためにそれを解くべきでしょうか？別の伝承では、月経とジャナーバのためにとあります。彼は言いました。いや、あなたは頭に3度水を注ぎ、体に水を流せば正常になるだけで十分だ。もし月経中の女性が礼拝時間中に正常になった場合、速やかに大乗を行い、
礼拝を時間内に行うことが義務付けられます。もし旅先で水がない場合、または水はあるが使用すると害がある恐れがある場合、あるいは水を使用すると病状が悪化する病気である場合は、阻害要因がなくなるまで大浄の代わりにタイアンムム、砂による清めを行い、その後大浄を行います。一部の女性は、礼拝時間中に正常になっても、大浄を別の時間まで遅らせて、この時間内では完全に清めることができない、と言います。しかし、これは言い訳にも弁明にもなりません。なぜなら、彼女は最低限義務付けられている大浄を行い、礼拝を時間内に行うことができるからです。その後、時間的余裕ができた時に完全に清めればよいのです。